どうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回ですね、数件一級チャレンジということで、30根を含む20根語をやっていきたいと思います。数件一級って言ったら数件のもちろん最難関ということなんですけど、そこでもう高校生でもわかるようなね、すごく面白い題材を持ってきたので、それをね、2通りの方法で解いていこうと思います。その問題を通してね、数学の新しい問題にどういう風に考えていくのかっていうそのアプローチ方法を含めてね、学んでもらえたらいいなと思います。きっとね、その考え方っていうものはいろんなところに応用が効くので、ぜひマスターしてください。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。数件一級チャレンジ、3乗根を含む20根語ですね。今回の問題はこちら。マイナス5プラス2ルート13の3乗根の20根語を外せ。今回この問題やっていこうと思います。どうやらね、正解率は 16% だったらしいので、この問題が解けたら、数件一級の受験生の上位 16% に食い込めるという風に言っても、まあ、いいでしょう。はい。ということで、早速ね、2通りの方法でやっていきます。まずこの問題を見たときに、自然な発想で、自然に考えたらこういう風に解くだろうなっていうものを一つ。二つ目に、ちょっとね、エレガントな方法で解いていこうと思います。はい。じゃあまず一つ目、自然な発想。これ3乗根の20根語を外せっていう問題なんですけど、3乗根の20根語解いたことないじゃないですか。じゃあどうやって考えるかっていうと、よく似た問題から考えると。はい。よく似た問題って何だろうって考えるんですね。そしたら、こういうのが思い浮かびますよね。はい。こういう問題。普通の二重混合の問題。この問題の時どうしたっけって考えるんですよ。この問題の時どうしたかっていうと、こういう問題は、このかけて5足して6になるような2つの数を見つけて、ルート5と1ですよね。5と1をかけたら、この中のルートの中になって、5と1足したら6になるから、ルート5足すルート1、すなわちルート5足す1っていう風にできるんだっていうことですよね。うん。これ似てるけど同じようにできないかなってことなんですよね。ただ同じようにできないかなって考えるためには、まず、この問題でどうしてこうやって解けるかっていうことを理解しなきゃいけないんですよ。つまり、その問題を応用させるためには、解き方を知ってるだけじゃなくて、その問題がどうしてそういう風にやったら解けるのかっていう、その理屈までしっかりと押さえて初めて応用ができるってわけですよね。だから、その応用力が足りないって言ってる方は、ちゃんと理屈までしっかりと押さえていかなきゃいけないってことですね。この問題の場合はどうしてかっていうと、要は、このルート5プラス1っていう方を2乗してあげると。そうするとこっちになるんですよ。つまり2乗したら2ルート5プラス6になるようなものを探してあげたいなっていうことですね。じゃあその方法として、一般的にルート A プラスルート B っていうものを2乗しますか。そうするとどうなるかっていうと、この A2 乗足す B2 乗足す AB っていうのを考えてあげると、まず A プラス B っていうものが出てくる。あと2ルート AB っていうのが出てくると。で、ここの部分とここの部分を見てあげるんですね。そうすると、これ2っていうものを1回出してあげれば、このルートの中身は A と B の積。このルートの外、ルートを含まないところは A と B の和になってますよね。だからこれとこれ比較してあげると、足して6、かけて5になるような A、B を求めてあげれば、それの2乗ってなってるんだなっていうことがわかるわけですよ。これが、いわゆる普通の二重混合の考え方と理屈。ってことは、裏を返せば、これ3乗根の場合は、はい、3乗してマイナス5プラス2ルート13となるような数字を探してあげればいいんですよ。つまり、今回は、ここにルート13っていうのが見えますよね。っていうことから、A ルート13足す B と。っていうものを仮定してあげると、こうなってくれたらいいなっていうものを置いてあげるわけですね。の3乗っていう風に置いてあげると、どうなるかっていうと、展開すると、x プラス y の3乗。これの展開公式が x3 乗プラス 3x2 乗 y プラス 3xy2 乗プラス y3 乗ですよね。これに沿って展開してあげると。で、あとは、ルート13含むものと含まないもので分けてあげると。はい、こういう風に分けることができましたという感じですね。で、あとはどうするかっていうと、これと見比べてあげるわけですね。だからここの部分がイコールマイナス5。で、ここの部分がイコール2となるような A と B を求めてあげればいいというわけですね。これが自然な流れですよね。じゃあこれをどうやって解いてあげるか。どうやって解けばいいんだろうな。B、難しい。そう。これ実はね、難しいんですよね。
どういう風に解いていくかっていうのはいろんな方法があると思うんですけど、これ結構ね、難しいんですよ。ぶっちゃけ。はい。どうやるか。上の式に例えば b をかけてあげて、これ引いてあげると a2 乗 b の方が消えるんですね。そうすると、これ a の一次式になるので、a イコール b の式と。b の式っていう風に置けるから、あとはこれを使ってバーンと代入してあげるということで、a を消去して b だけの式にして b を求めていくっていう方法が一つありますね。はい。とにかくね、難しいというわけですよ。こういう感じでやっていくと。だから、よく似た問題からのアプローチ、これを解いてあげて、なんとか頑張ってやってあげて、解けるというのが一つなんですけど、ちょっとね、もう一つ、二つ目の方法でエレガントに解いてみましょう。これもまた似たような問題を思い浮かべるということなんですけど、こういう問題って見たことありませんか？はい。こういう風に、この中身のプラスの部分をマイナスに変えただけですね。こういう形っていうね、問題をね、見たことある方はいるかもしれません。これを使ってあげるんじゃないかなっていうことを考えるわけなんですよ。なんか見たことない人は、へえ、こういう問題っていうものがあるんだっていうことを、なんとなく頭の片隅に入れといてもらえればいいかなと思います。これね、実はうまくやればすごく綺麗な形で求めることができるんですね。どういうことかというと、これ、とりあえず3乗根があると。だから3乗してみましょう、3乗。そうするとどうなるかっていうと、さっきのこの公式ですね。に入れてあげると、この部分をまず A、ここの部分を B とすると、A3 乗足す 3A2 乗 B 足す 3AB2 乗足す B3 乗ってなりますよね。で、これちょっとこのまま愚直に展開するのはちょっと嫌なので、一回綺麗な感じで整理してあげますか。A3 乗足す B3 乗。これはそのままこれを3乗して、これ3乗してあげるっていう形だと思うんで、これは良くて、で、ここの部分を 3AB でくくってあげます。そうすると、この AB の部分がちょっとね、簡単な形でできるので。で、A3 乗プラス B3 乗は、この中身を足してあげるってことですよね。そうすると2ルート13とか消えるから、マイナス10だけが残ると。足す AB っていうのは、この中身の積の3乗根と。そうすると、2乗引く2乗。和と差の積になってるんで、25引く 4×13 の52。25引く52はマイナス27なので、その3乗根で AB っていうのはマイナスになるわけですね。だから、ここのマイナス10プラスマイナス9、3× マイナス3で、の A プラス B というふうになるわけなんですよ。これで、あれ ?A プラス B って T だから、ここの部分 T じゃんっていうことがわかるわけなんですよ。よろしいですか？そうすると、t3 乗イコールマイナス10マイナス 9t っていうものを満たしてるんですね。t っていうのは。だから移行すると、この式を解いてあげると、その解が t になってるっていうことなんですよ。よろしいですか？だから t っていうのが求められるんですよね。なるほど。そうすると、これを解いてあげればいいのか。解いてあげると、これ因数分解するとこういう風になるので、これを、こっちの解はね、虚数解になってしまうということで、これ、今回実数で考えてるから、t イコールマイナス1と。これマイナス1ってことがわかるんですよ。よろしいですか？じゃあ、あとはどうすればいいかというと、これを求めたいんですよね。これ分かってないのに、これ求められないなっていうことなんですけど、違うんですよ。これ a プラス b がマイナス1って分かってて、しかもさっき ab イコールマイナス3っていうのを出しましたよね。だから、a プラス b イコールマイナス1で ab イコールマイナス3。じゃあその a の方はっつったら、もう、あれですよね。解と係数の関係を使ってあげると。a プラス b イコールマイナス1、ab イコールマイナス3の解は、x2 乗プラス x マイナス3イコール0の2回だと。すなわち x イコール2分のマイナス1プラスマイナスルート13か。っていう風になるわけなんですね。じゃあそのどっちだろうプラスとマイナスどっちの方ですかっていうことを考えたときに、これとこれどっちこのどっちかが A、どっちかが B に対応するっていうことで、当然このプラスの方がこのプラスに対応しますよね。3乗したらプラスになると。ということで答えは2つともわかるということですね。この A の方が2分のマイナス1プラスルート13。B の方が2分のマイナス1マイナスルート13というふうになるわけですね。はい。こんな感じで3乗根の二重根語も外すことができました。今回は2通りのアプローチでこの問題に取り組んでいったわけですけど、片方がね、ちょっとね、嫌な感じになるんですよね。ということで嫌な感じになった時に別の問題からこうやってアプローチをかけてあげるというわけですね。こういうふうにね、こういう問題見たことありますよねっていう時に、見たことあるっていうのと見たことないっていうのではね、結構な差があると思うので、とりあえず問題演習を積みつつ、こういう問題はこういう風なアプローチかけるんだっていうのをなんとなく毎回ストックしてあげるっていうことは割と重要なことだと思いますね。
そのストックがあるかないかで、ちゃんとその問題に対してこういう適切なアプローチをかけられるかどうかっていうのが決まってくるので、ぜひね、問題演習を積んでほしいなと思います。でその問題演習の重要性っていうものを、この問題を通して理解してもらえたらいいかなと思います。はい。ということで、ためになったよという方は、チャンネル登録、高評価、あと、こういう動画撮ってほしいというものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。